いらっしゃいませ。カウンターの中から威勢よく、けれどほどほどに品よくお客様を出迎える。へいらっしゃいなんて言い方はしない。ここは俺が元いたような町の小さな寿司屋じゃなく、全国的にも名の知れた一流寿司店だ。品格ってもんが大事らしい。最初は堅苦しいと思ったけれど、1年も勤めれば、まあそれなりになれるってもんだ。言葉遣いが悪い？心配すんな。お客様にはちゃんと丁寧な言葉を使うから。こう見えて TPO ってのはわきまえているつもりだ。俺の目の前のカウンター席に案内され、50代半ばほどの夫婦とおぼしき二人連れが座った。いらっしゃいませ。本日お相手をさせていただきます斉藤と申します。そう一礼すれば落ち着いた感じの男性が、ああ、とゆったり答える。そのたった一言に大人の余裕がにじむ。なんだかかっこいい。苦手なものなどはございますか？いや、特には。すると、隣に座った女性が微笑みながら言った。苦手なものはないけれど、私たち二人ともマグロが大好きなの。それを聞いて男性も、そうだな、と目を細めた。とても品の良いご夫婦。俺は目の前の二人にそんな第一印象を抱いた。それがまさかあんなことになるなんて。俺は斉藤亮太、寿司職人として10年の修行を経て1年前からここ、万兵衛で働いている。俺に寿司のいろはを叩き込んでくれた師匠の口利きがなかったら、到底俺なんかが勤められる店じゃない。格式を重んじる一流店に、親の顔も名前も知らない孤児なんて、不釣り合いだろう？俺は生まれてすぐに捨てられ、とある孤児院に拾われた。名前もなかった俺に斉藤亮太と名付けたのは孤児院がある市の市長さんだ。何でもそうするのが決まりらしく、孤児院にいる子供のほとんどが市長さんに名付けてもらっている。たまに例外もある。翔太兄がそうだ。親に捨てられたのは俺たちと同じだが、暖かそうなおくるみに包まれた翔太兄の胸元には、高梨翔太という名前を書いた紙が添えられていたらしい。親から名前をつけてもらう。普通の人には当たり前のことかもしれないが、名前という贈り物は親から子供への愛を感じる。俺みたいに何一つ親から贈られなかった子供にとっては羨ましい話だ。翔太兄は俺より2歳年上で、とにかく優しい兄貴だった。孤児院では年上の子供が年下の面倒を見るのが暗黙の了解だけれど、翔太兄は特に面倒見が良かったから、みんな翔太兄のことが大好きだった。もちろん俺も。だから翔太兄と一番仲がいいことは、密かに俺の自慢だったんだ。翔太兄との思い出は数えきれないほどあるが、中でも忘れられないのが、俺が中学に上がる時のことだ。亮太、4月から中学生だね。うん、翔太兄と同じ学校だよ。そうだね。だから入学祝いをしようよ。入学祝い？そう、みんなには内緒だよ。そう言って翔太兄が笑う。俺も嬉しくなって笑った。翔太兄が連れてきてくれたのは回転寿司だった。安さが売りのチェーン店だったけれど、それでも俺たちにとっては憧れの場所。俺は興奮を隠せなかった。翔太兄、お寿司だ！お寿司だよ！亮太のお祝いなんだからたくさん食べな。大声ではしゃぐ俺に翔太兄が優しく言う。これは後から院長先生に聞いたんだけど、
翔太兄は俺の入学祝いをするためにアルバイトをしてコツコツとお金を貯めていたらしい。アルバイトをしていることは知っていた。でも、それは中学を卒業したら院を出ていくことになるので、そのための準備だと思っていたんだ。それがまさか俺のためだったなんて。でも、そんなことを翔太兄は一言も言わなかった。むしろ、ありがとうと言った俺に、僕も食べたかったからね、お寿司。亮太のお祝いは口実だよ。なんて言っていた。ほんと、どこまで優しいんだよ、あの人は。あの時食べた寿司の味を俺は今でも忘れられない。どんな高級なネタも一流の味もあの回転寿司にはかなわないんだ。そしてぽつりとこぼした翔太兄の言葉も。いつか最高の寿司を食べてみたいな。一度でいいからさ。そんな翔太兄と俺の関係が変わったのは、俺が中学に通うようになって間もない頃だった。孤児である俺をクラスメイトは遠巻きにしていた。仲良くなろうとこちらから近づいても反応は微妙で居心地の悪い日々が続いた。そんな時、俺に近づいてきたのはあまり素行の良くない連中だった。素行が悪いと言っても、そこはまだ中学生。授業をサボるとか、学校を抜け出すとかやっていることは可愛いもんだった。別に犯罪を犯しているわけじゃない、と自分に言い訳をし、俺はそいつらとよくつるむようになっていった。そんな俺に苦言を呈したのは、やっぱり翔太兄だった。亮太、授業はちゃんと出なくちゃダメだよ。別にいいじゃん。よくない。翔太兄は真面目すぎんだよ。翔太兄に注意をされたのは一度や二度じゃない。言うことを聞かない俺に呆れたりせず、根気よく断るごとに話しかけてきた。一方の俺は翔太兄のお小言を聞きたくなくて彼を避けるようになった。やがて翔太兄が中学を卒業し、孤児院を出て一人暮らしを始めると、ますます俺と翔太兄の距離は開いていった。それでも翔太兄はたびたび孤児院に顔を出し、俺に注意をし続ける。それでも俺は変わらなかった。だから俺たちの関係が変わってしまったのは、全部俺のせいだったんだ。俺が中学3年になり、そろそろ卒業後のことを考え始めた頃だった。警察から一本の連絡が入った。翔太兄が事故に遭ったという。院長先生からそれを聞き、俺は大慌てで病院へと向かう。会えばお小言ばかりを言う翔太兄をうざいと思っていた。でも本当は違った。わかっていたんだ。翔太兄が俺を本気で心配してくれているって、翔太兄の言っていることが正しいんだって。わかっていたのに楽な方に流されてずっと見ないふりをしてきたんだ。翔太兄。体中に管をつながれてベッドに横たわる翔太兄を見て、俺はその名前をつぶやくことしかできなかった。お医者様は難しい顔をしている。嫌な予感に俺の心臓はこれ以上ないくらいバクバクと音を立てていた。夜になって面会時間が過ぎても看護師さんは俺に帰れとは言わなかった。翔太兄、起きてよ。何度も懇願する俺の声が届いたのか、ゆっくりと翔太兄の瞳が開く。俺の姿を認めると、優しげな瞳を少し細めた。何か言いたそうに唇を動かす翔太兄。何が言いたいの翔太兄。その口元に耳を近づければ、翔太兄は最後の力を振り絞って俺に言葉を伝える。亮太、ちゃんと生きろ。苦しそうな途切れ途切れの言葉だったが、それでも俺にちゃんと届いた。それが分かったのか、
翔太兄はにこりと微笑んで、そのまま行ってしまった。その日を境に俺は生まれ変わった。悪仲間と縁を切って、まあかなり痛めつけられたけど、とにかく真面目に生きようと決めた。翔太兄に恥ずかしくないように、翔太兄の分も生きるんだ。そして将来のこともすでに決めていた。俺は近所でも美味しいと評判の小さな寿司店を訪ねた。弟子にしてください。いきなり土下座をした中学生に面食らったんだろう。おいおい、なんでいきなり。そう言いながらも人がいい店主は俺の話を聞いてくれた。俺は孤児院で育った自分の生い立ちや中学に入ってからのこと、翔太兄のことなどを包み隠さず話した。俺、翔太兄が食べたいって言った最高の寿司を作れる職人になりたいんです。学もないし、親もないし、何にもない俺だけど、翔太兄の夢を叶えるのは俺の役目だって思うから。黙って俺の話を聞いてくれた店主は、うなずきながらこう言った。なるほどな。いいか、坊主。寿司職人ってのは家柄も過去も関係ねえんだ。寿司を握るのに必要なのは腕前と心意気だ。お前の心意気はよーくわかった。だから腕前は俺が仕込んでやる。そして店主はちょっと乱暴に俺の頭を撫でる。いいんですか？ああ、10年で一人前にしてやる。その代わり弱音を吐くなよ。はい。そうして俺は小さな寿司屋の店主、清じいさんの弟子になった。そして中学卒業後、住み込みで働くことになったんだ。清じいさん、いや、師匠の指導は厳しかった。けれどそこにはいつも温かな愛情がこもっていた。それを感じることができたのは、一度ねじ曲がってしまった俺の心を翔太兄がまっすぐに直してくれたおかげだろう。瞬く間に月日は流れ、俺は25歳になっていた。師匠のもとで働いて10年が経っていた。寿司の修行は、シャリ炊き3年、合わせ5年、握りは一生、なんて言葉がある。師匠は、10年で一人前にしてやると言ったけれど、握りは一生。師匠に一人前と認められても、そこで修行は終わりじゃない。翔太兄が食べたいと言った最高の寿司を握るには、10年じゃまだ全然足りないのだ。亮太、お前来月から万兵衛で働け。万兵衛って、あの万兵衛ですか？おう。そうだ。向こうには話つけてあっから。師匠があんな一流店につてがあることに驚いたが、自分の店を始める前は万兵衛で働いていたと聞いてさらに驚いた。嘘だろ？でもどうしていきなり、お前最高の寿司が作りてんだろ？そうです。だったらもっと上を目指さないとな。そう言って師匠はニカッと笑った。その笑顔に送り出され、俺は万兵衛の門をくぐったのだ。あれから1年、一流店の作法にも慣れ、最近はお客様を任せてもらうことも増えた。そして今夜、俺は品のいい50代半ばのご夫婦を相手に寿司を握っている。聞けば、このご夫婦、毎年必ず今日のこの日に万兵衛を予約し、寿司を食べに来るのだという。何かの記念日なんですか？軽い気持ちで問いかければ、少し悲しげに瞳を揺らし、夫人が言う。息子の命日なんです。予想外の答えに一瞬息が詰まる。申し訳ありません。慌てて頭を下げた俺に、気にしないで、と夫人は言う。
少し思い出話に付き合ってくれるかしら。そう夫人は言って、ゆっくりとこんな話をするのだった。ご夫婦はこんな俺でも名前を知っている有名 IT 企業の社長夫妻だった。私とこの人は高校の同級生でね、その頃からお付き合いをしていたの。結婚したのは26歳の時で、ちょうどその頃この人が友達と一緒に会社を起こしたのよ。けれど順風満帆とはいかなかったようだ。あっという間に借金が膨らみ、気がつけば友達に有り金を全部持ち逃げされていた。しかも最悪なことに、それは夫人が妊娠中の出来事だったという。私の妊娠が分かって、この人は何とか会社を軌道に乗せようと頑張っていたの。けれど、残ったのは借金だけで。そんな状況の中で息子は生まれたのよ。容赦のない借金の取り立てに追われる日々。精神的なものが影響しているのか、夫人は母乳がうまく出ず、かといって粉ミルクを買うお金にもこと書くような状況だったらしい。金銭的にも精神的にも余裕がなくなった二人が選んだ決断は、私たちは息子を孤児院に預けたの。きっといつか迎えに来るからと誓って。それを聞いて俺は胸が苦しくなる。心の中で結局子供を捨てたんじゃないかという怒りが湧き上がる。けれどそれと同時に迎えに来る。そんな親もいるのかという羨ましさが入り混じり泣きたいような気持ちになった。きっと息子を迎えに行く。それだけを心の支えに私たちはがむしゃらに仕事をしたわ。どん底の会社を再興するため、夫婦揃って身を粉にして働き、生活を切り詰めるだけ切り詰め、少しずつ借金を返済していったのだという。それでも完済までには17年もかかってしまったのだと。ようやく人並みの生活を送れるようになって、私たちは息子の顔が一目見たいと思ったの。許してくれないかもしれないけれど、せめて一目だけでも会いたくて。孤児院を訪ねた夫妻を待っていたのは思いもかけない知らせだった。1ヶ月ほど前に2人の息子さんは事故で亡くなっていたのだ。あと半年、いえ、せめて2ヶ月早く私たちが訪ねていたら。そういうなり、夫人は涙をこぼす。その背中を夫がいたわるように撫でていた。その時に、院長先生から形見を分けていただいたの。親として何一つ、あの子にしてあげられなかった私たちなのに。涙を拭いながら夫人が見せてくれたのは、マグロの寿司のマスコットがついたキーホルダーだった。え？唖然とする俺に気づかず、夫人が言う。このキーホルダーを見て、翔太が、私たちの息子がお寿司が好きだってこと初めて知ったのよ。それ以来ね、私たち夫婦の大好物はマグロのお寿司になったの。泣きながら笑う夫人に、俺は半ば叫ぶように聞く。翔太、お二人の息子さんは翔太って言うんですか？そのあまりの勢いに目を丸くする夫妻に、俺はこう告げた。そのキーホルダー、俺が翔太兄に送ったんです。と。中学の入学祝いに回転寿司に連れて行ってもらった後、俺もこっそりアルバイトをして翔太兄の誕生日にプレゼントした。マグロのお寿司がマスコットになっているキーホルダー。今、目の前にあるそれだった。じゃあ、あなたが良太くん？夫人に聞かれてうなずけば、ほろりと俺の瞳から涙がこぼれた。
もう涙で声も出ない婦人に代わり、夫がその後のことを話してくれた。院長先生はキーホルダーを渡した時に俺の話をしたらしい。翔太兄が食べたいと言った最高の寿司を握るために寿司職人を目指すと言った俺のことを、ようやく会えると思った息子の死に衝撃と絶望を覚えていた夫妻に院長はこう優しく諭したらしい。まだ小さな彼が必死で乗り越えようとしているんです。翔太くんの分まで生きようとしているんです。だからどうかお二人も前を向いてください。と。その言葉を胸に夫妻は一層仕事に邁進した。息子に顔向けできないような生き方はできないと。息子の分まで生きようとしている弟分に恥ずかしくない人生を歩もうと。そして気がつけば会社は国内でも有数の IT 企業となり、その急成長ぶりはたびたび雑誌に取り上げられるほどだった。だからね、今私たちがこうしていられるのも翔太と、そして亮太くん、君のおかげなんだよ。いらっしゃいませ。俺は今日もカウンターの中から威勢よく、けれどほどほどに品よくお客様をお迎えする。目の前のカウンター席に品のいいご夫婦が座った。亮太くん、今日のおすすめは何かな？高梨様がいらっしゃると聞いて、いいマグロを仕入れておきましたよ。あら、楽しみね。いつものように夫人が優しく笑う。あれから翔太兄のご両親、高梨夫妻は毎月同じ日、翔太兄の月命日にここ万兵衛に足を運んでくれるようになった。お相手するのは決まって俺だ。俺はお二人が大好きなマグロを握りながら翔太兄の思い出話をする。それをお二人は嬉しそうに聞いている。このかけがえのない時間は翔太兄がくれたものだ。翔太兄が俺と高梨夫妻を出会わせてくれて絆を結んでくれた。そして今も翔太兄の話をするたびに見えない絆が強く結ばれていくのを感じる。思い出話が尽きることはない。だって俺と翔太兄が過ごした月日の分だけ思い出はあるんだから。